はい、こんにちは。ブルーブル代表の村岡正則です。今日はですね、このルアー、2024年2月に発売する予定のエグイド 90F の紹介をさせていただきたいと思います。このルアーの特性から使い方、狙いどころ、それから、非常にねこだわったアクションについて徹底的にね解説したいと思いますんで、最後まで見てください。よろしくお願いします。でまずルアーのスペックを説明したいと思います。長さは9センチ、重さが 11.5g、フローティングミノになります。で特徴としてはちょっとこの背中のハンプがきついのと、フロントフックからテールフックの間が大きく湾曲した構造になっております。よくあるフローティングリップレスミノかなっていうのが多分多くの人が感じる最初の印象だと思うんですけど、めちゃくちゃ繊細に、だから今までのこういうタイプの世の中のルアーを超繊細に作り込んできたのがこのエグイド 90F なんで、わずかな変化、リトリブの変化、それからリーダーの変化、スナップの変化、フックの変化でアクションがね全然変わるようなルアーなんですね。だから初心者向けではないルアーかもしれません。ある程度中級者上級者ぐらいじゃないとこのルアーの性能を 100% 引き出すことはできないルアーかもしれない。だけど、それができるようになると、私たちが想定しているのはマイクロベイトパターンですね。バチだったり網だったり、それからボラの稚魚、それからイワシとかサバの小さいやつに出てるような状況、なかなか食わないんですね。でいろんなもの投げてもなかなか食わないなって状況の中で、このエグイドをわずかに変化させていきながら対応させることができる、そういうようなリップレスミノを作りました。特徴としては、タングステンウェイト1個入っておりますので、こういうサイズ感のルアーにしてはとても飛びます。とても気持ちよくまず飛んでいくということ、それから着水した後はウェイト1回戻してください。ワンアクション入れて戻さないと本来のエグイドの動きにはなりません。で戻った後、何もしないでデッドスローだとほぼ水面、もしくは皮1枚入ったぐらいで泳いでくるケースが多いと思います。で、しっかりレンジを入れようとしてもだいたい20センチぐらい、頑張っていろいろ太いリーダーに太いスナップつけたりすれば30センチぐらい入るかなというようなルアーですね。だからだいたい水面から20センチのレンジを非常に小刻みに、刻むためのルアーだと思ってください。で推奨するラインなんですけど、まず P ライン、メインラインはですね 0.8 号もしくは1号っていうところで良いかと思います。自分はほとんど 0.8 号でこのルアーを開発しました。でリーダーはですね、16ポンドを標準に、12ポンドぐらいまでを想定しております。で逆に、20ポンドでもなんとかなるんですけど、30ポンドリーダーぐらいをつけてしまうとエグイドの本来の動きっていうのはちょっと出しづらくなるので、エグイドが活躍するような状況ですね、そのマイクロベイトにターゲットが変色しているような状況では細めのリーダーで、挑んでもらえたら嬉しいかなと思います。はい、じゃあ使い方についてちょっと実調しながら解説したいと思います。エグイドが活躍するフィールドなんですけど、基本的には静かなとこ、静かであればあるほどいいと思います。だから例えば荒れた磯だったり、もう風ビュービューで大荒れの河口だったり、そういったとこではもう繊細も何も、もうそのねわずかなアクションの差で杭がどうのこうのの釣りじゃないので、基本的には川で言えば中流から上流だったり、河口だとしてもこういうような風もない穏やかな日ですね、水面が鏡に近きゃ近いほどエグイドが活躍するような日なんじゃないかなと思います。で今はですねリーダーが12ポンド、スナップが小さめをつけてます。でスナップは例えば自分はもちろんサイズを使い分けるんですけど、大中小の中の小サイズ中サイズぐらいを使い分けるイメージで、大はエグイドでは使いません。で小サイズは重さで決まるので、スナップのタイプっていうよりは重さで考えてほしいんですけど、測れる方は測ってもらったらいいんですが、 0.1g 以下のスナップだったら
小サイズ 0.1g 以上としたら中サイズってぐらいかな。それぐらいで考えてもらえたらいいかなと思います。で軽いスナップを使うとエグイドは水面から15センチ入んないかな、10センチぐらいで使うような想定になります。でアクションとしては基本的にはこういうデッドスローですね。水面にほぼ背中のこう盛り上がった部分を出した状態で引いてくることができます。ゆらゆらお尻を振ってる時もあれば棒のように止まってわずかに揺れてんですけど止まってるような時もあります。どっちも釣れるんでずっと揺れてないとダメってわけじゃないんで、もう自分が思うスピード、これぐらいのスピードが食いそうだなっていう感じと、例えばバチの時なんかはバチが出してる波紋、それから白とか、白がね2、30匹こう流れに乗って遡上してる時なんかはそのシャラシャラ感に似た小さい引き波の集合に似たような引き波の感じと大きさ合わせる感じで引けばいいかなと思います。じゃあ続いて、一番よく使う使い方なんですけど、水面下皮1枚入れていくケースですね。で同じようにウェイト戻したら、そのままデッドスローよりはちょっと早めに巻けばだいたい10センチぐらい入った状態で、引いてこれます。でこのレンジ入ってる状態だと基本的にはエグイドはずっと揺れてる状態で、大きさの割に後ろの水かきは大きいので、それでね食わす魚を寄せる、そういうようなね、感じをイメージしてます。で、同じスナップリーダーでもスピードによってだいたい5センチ10センチ15センチぐらい、非常に繊細なルアーなんで、水を受ければ受けるほどレンジは深い方に、マックス10センチ20センチぐらいまで潜ろうとしますんで、それで合わせてもらえたらと思います。例えば20センチ入れたいなとか、アクションもう少しおとなしくしたいなって時は自分はこのスナップを、中サイズに変えます。で中サイズに変えることによって頭が、これ 0.07g のスナップなんですけど、中サイズにすると 0.15 とかになって、0.078g 重いので、若干ほんのわずか若干姿勢が頭が下がるんですね。で下がることで、レンジが入りやすくなる。それから水受け感は変わらないんですけど、下がることで若干アクションもねおとなしくなります。本来だと大きくなるんですけど、シンキングに近くなるっていう点で浮力がね少し消えてアクションがおとなしくなります。で次に3つ目、これが真骨頂なんですけど、エグイドの食わせ技、初夏ぐらいから始まるねイナッコパターンみたいになってくると、やっぱり仕掛けるアクションが必要になります。でその仕掛けるアクションがこうダート、こうやって竿でちょんちょんとか竿先でちょんちょんってやりがちなんですが、それではエグイドはね動かないというか、動きすぎて全然いいアクションにならないです。ちょっとイメージとしてはハンドルでやるってことですね。でこう巻いてて、デッドスローで巻いてる最中に半回転もしくは5分の3回転とか、使うリールによって変わるので、自分で足元でこう動かして、こういう感じかっていうのをね掴んでみてください。竿を立てると水面でこのチュルンチュルンっていうのが毎回水面に絡んだ感じで出せますんで、これもイナッコなんかに出てる時は非常に有効でした。でGT とかね平間さん狙う時の、ダイビングペンシルと同じアクションで、ボコって潜った後頭を上にねスイッて上がってくるアクション、めちゃくちゃ食わせの誘いアクションとしては有効で、その辺をねもう現場で合わせて、その日一番反応が取れるパターン見つけるとハマるルアーになるんじゃないかなと思います。今下げ5分ぐらいですね。あと 1m ぐらい引いて、この辺全部干上がるんですけど、徐々に入りながらやっていきたいと思います。流れはねもうガンガン流れ出したんで、アップダウン使い分けながらちょっと釣りながら下がっていく感じで狙ってみます。でエグイド川の流れが結構ある状態だと、それなりにね結構水を掴んで揺れながら流されながら引くことができるんですけど、だからちょっとアップクロス気味に投げてレンジをコントロール しながら引いてくる感じですかね。ダウン側に投げて
ルアー線香でね流しても同じことはもちろんできます。ただダウン側に投げると当然流れを強く食うんで、水面にね出してっていうのはちょっとロット立てたりしない限り難しいんですけど、今下げ5分6分7分ってとこで一番水が流れてるタイミングなんで躍動感はあります。ベイトは見えないけどなんか釣れない感じはしない。流れが速いのでラインをロットをね下げてラインが水に浸かる量が多くなると水の流れの速さでね引っ張ることになっちゃうんですね。でそれだとちょっと速すぎる。だからちょっと竿先上げて、多少使っちゃう分はしょうがないんですけど、使っちゃった分で水に引っ張らせて水面直下5センチぐらい、5センチ直下のプリプリアクションですね。ちょっと上は出なさそうですね。最初の予定ではね多分引き波で出るかなと思ったんだけど、バチがね全く流れてないので、それだったらベイトパターンかなっていうことで5センチ10センチ入れたリトリーブで探ってみようと思います。着水した時に5センチぐらい潜るのでそのまま巻き始めれば、5センチ10センチのレンジで来るし、逆にね引き波出して引きたい時は着水してベイト戻したら一回止めて水面に出るまでね3秒ぐらい待ってから引くと、水面直下というか水面ですね引くことできます。ベイトがいますけどね、イナッコがいるな。意識したいのは、上流方向に投げる時の、角度なんですけど、流れの速さに合わせて、例えば5センチ潜ったところでプリプリ泳いでる状態でこうリトリーブスピードを調整して流れの速さとほぼ同じような若干速いぐらいですかね、非常に超繊細なルアーだからこそ流れプラスほんのちょっとアルファあればルアーが動いた状態で、そのレンジをキープできるんですね。でそのキープした状態でこう全体で言えば流れとほぼ全く同じような感じで流れてるけどわずかに動いてるっていうような状態、これがね一番釣れます。バチでもハクでも、基本なんかどんなベイトでも一番釣れる流し方なんですけど、そのね流し方を意識する。多くのルアーは開発時に、そこをどうしても繊細にしすぎると結局使い勝手が難しくなるんでアバウトにするんですよね。だから早く引いても破綻しないようにゆっくり引いても泳ぐようにってとこで試行錯誤するんですけど、エグイドはそこはちょっとあえて捨てて厳しいなかなかバイトが取れない厳しい展開の時に、本当に数センチずつレンジをいじったりアクションをねわずかに変えられる。でそこをなんかたまたま変わるっていうんじゃなくてちゃんと理屈でこちらのね仕掛け方で明確に釣り分けられるように、だから水面引いてみて5センチ引いてみてっていうので交互にねこう同じコースでも誘ってみてとか、今日はねまだバイトがないのでそういう感じでいろいろレンジをずらしてやることでヒットパターンをね見つけに行くですね。今日はめちゃくちゃ寒いんですけどすごく暖かいので水温が高いまんま推移してるからイナッコも川から出てかないしクロダイも出てかないですよね。だから秋がそのまま続いてるような一面もあるし、もうそのまま春が始まっちゃうような雰囲気もあるんですよね。しくったちっちゃいけどやっぱレンジ下でしたね。小さいふっこちゃん、はいエグイドです。ちょっと30センチ台ですけど、多分ねこのサイズぐらいしかいないかも。今はね川の真ん中で食ったんですけど、
30メーターぐらい投げて、上流側に結構投げました。40度ぐらいですね。で流れ速いので、ウェイト戻してブリブリって潜らせた状態で、だいたい水面からこれぐらいだったと思います。でどんどんこう下流に流れてる中でプラスアルファ巻くんで、どっちかといえば自分が巻くっていうよりは有心の流れがラインを引っ張るので、それでどんどんこうプリプリ泳いでる状態で、真ん中に差し掛かったところでドンと食いましたね。結構30センチ台だったんですけど、そこそこ迫力のあるバイトだったんで、バチじゃないなって感じでしたね。落ちハゼかイナコかなんか食ってるような感じでバイトが出ました。で今日はエグイドのロケってことで、もうスカスカのルアーボックスなんですけど、万が一エグイドで当てきれないなって、エグイドで出そうなとこに来るつもりだったんで、そこで当てきれないなって時にやっぱローテーションで持ってきておいた方がいいなと思ったのがあるので紹介します。おそらく普段のルアーローテーションの参考になるはずで、想定してたのはバチなので、やっぱラザミンですね。ハイフロートとラザミンのノーマルタイプを3本用意してきました。でクリアカラーとかハイフロートタイプですね。この辺でもう完全にバチで、もっとシビアだったらラザミンかなと思ってました。でイナッコ、ハクとかちっちゃいベイトでよりねシルエットちっちゃく、でもエグイドと同じぐらいの引き波でっていうのでガボツ6号もあんのかなってことで1本だけ持ってきた。それから、レンジが下だったらどうかなっていう時、やっぱ30センチ50センチ下だったら、ブロイン80ですね。はい、で、同じように50、80センチ下だけど、ちょっと強めのコトっていうね波動で食うかなって可能性もあったんでゼッパー80です。でこれはここでは関係ないけど、なんか大場所だったりして遠くのバッチパターンみたいな状況だったらブルーの 125F スリムを流せば結構出しやすいんで、この辺がローテーションの軸になるんじゃないかなと思います。であとはこれでも出なかった時のナレッジですねぐらいなんですけど、今日はねこういう勝ち生態に来る予定だったんで、もう根がかるって分かってるからナレッジは持ってこなかったです。でエグイドで組み立てました。もう1本ぐらいを狙いたいですね。もうだいぶ水深も浅くなってきて、川岸がもうあと20分ぐらいで露出してくるんで、そこで両サイド流れられなくなるんで、真ん中が流れ速くなるんですね。そのタイミングが最後の試合で、多分あと1時間以内で3、40分で訪れると思います。反対側も勝ち背が干上がってきた感じですね。だからあんまり投げ込むと対岸に引っかかっちゃうので、いいね。ターンした直後まず反対側の勝ち背がぐっと出てるんですかね。それで流れがちょっと複雑な感じが見えたので、ここは良さそうかなと思ったら出ました。はい、釣れました。よいしょ。はい、こんな感じ。50センチないかなぐらいですかね。痩せてんね。ちょっとあんまりコンディション良くないけどね。はい、ってことで2024年2月発売のエグイド 90F の紹介をさせてもらったんですけど、ちょっと難しいルアーだろうなって思われた方もいらっしゃるかと思います。ルアーに出るねスズキ釣りは水面から30センチ以内っていうのはもう本当に5センチ刻み、下手したら1センチ刻みで、釣れる釣れないが変わる非常にシビアな釣りなんですね。でそこを狙ったねいろんなルアー、世の中にいろんなルアーを駆使して、多くの人がね今まで挑んでして魚を釣ってるんですけれども、その中でこのエグイドっていうルアーも
もうさらにねそれを繊細に、使い分け切り分けて魚をね食わせられるアクションに仕上げてますんで、プラスそのレンジでこうハンドルワークとかで食わせることを仕掛けられる、そんなルアーにもなりました。ということで、今日はね真冬の釣りだったんでただ巻き主体のね、釣りになりましたけど、是非ですね1年通して活躍するルアーなんで、お買い求めいただいて使ってもらえたら嬉しいです。